水道がなくても洗車ができるポンプ使っていきます。桜が少し咲いてきましたバンクーバーですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。オートウエストエンドです。前回シガーソケットから給電をしてバケツの水で洗車ができるというポンプを分解してうまく治ってくれましたが、それを今回はレビューしていきたいと思います。内容物前回の動画で触れていませんでしたので、こちらで紹介していきたいと思います。これらに加えてマイクロファイバークロスと、あと大きめのスポンジが入っていました。おなじみのアリエクスプレスで買ったわけですが、冬の間僕のマンションの洗車スペース凍結防止のために水道が止められてしまいます。洗車場に行くと1000円はね必ずかかるので、そしてゆっくり手洗いしてるとそれもねまた気を使うので、自分の家で洗いたいということでこちら購入しました。個人のガレージがあればこういったことね別に悩まなくていいんですけども、この状況を楽しんで知恵を振り絞ってやっていきたいと思います。この部分をバケツに入れてポンプを介してスプレーから水が出てくると、そういう仕組みです。電源はこちらシガーソケットから取ります。車から取ってもいいんですが、アイドリングさせつつ洗車をするよりは、このようにね外部電源を取った方が楽なので、僕はこういう風にしようと思います。無事前回の動画で治りましたので、実際に使っていきたいと思います。ちなみにですが、もう冬の時期を終えてこの水道管開通してました。もうねこのポンプ来年の冬まで必要ないんですが、せっかく購入したのでレビューを今回していきたいと思います。水道が開通したので水道との水圧の違いチェックできますね。シガーソケットの LED がつきましたら手元のスイッチでオンにします。セットアップ自体はとても簡単。はい、来ました。いい感じですね。実際これが使えるレベルの水量なのか気になります。前回動画を見てくださった方は覚えてらっしゃると思いますが、この自動で止まる機能は前回の分解動画で触れています。ちょうどここにスイッチが入っていました。ではまた汚れてしまった BMW X5 洗っていきたいと思います。予想外にちゃんといけてる感じしますね。ちょっと近づいて見てみます。でもしばらく使っているとこの水量やっぱり少ないなと感じざるを得ません。濡らすことはね一瞬でバッとできるんですが、洗車前に泥などを弾き飛ばしたいその作業、弾き飛ばせないことはないですが、なんせ水量が少ないので結構それに時間がかかります。ここでポンプからの給水のままスプレーノズルを変えてみます。今つけている小さいアダプターは今回買ったこのポータブルポンプについてきました。家庭菜園の水やりみたい。ちょっとこれだと弱いですよね。
これだと水圧出ますが、なんせ噴射できるエリアはとても小さいです。ではノズルを元のものに戻して水圧テスト、これらの泥汚れを落としていきます。落とせないことはないですね。ちなみにタイヤにかかった水めちゃくちゃ弾いてます。先日ケミカルガイズの VRP というタイヤの保護剤をレビューしましたが、これバリバリに効いてます。手に当たる水圧痛くはないですが、来てる感じではあります。泡洗車はできるのでしょうか。最初は泡にならず、これダメかなと思いましたが、しばらく流していますとだんだん泡に変化してきました。割とシャバシャバな泡になりました。いつものように水道からつないだ時の泡洗車の様子はこんな感じです。水量が多い分、やはり泡の出来方もこっちの方が割といいですね。では普通に洗車していきます。そしてここで気づいたのが、泡を溜めておく用のバケツ、そしてこの洗車ミットをすすぐためのバケツ、それに加えてポンプ用のバケツを用意しなければいけないので、3つ必要になるなと思いました。洗い流すという作業はこのポンプにとって一番優しい課題なのかもしれません。特にそこまでね、水圧は必要ないので、地道に流していけばいいんですが、ただやはり水量が少ないので結構大変です。では水道からの水と比べてみたいと思います。もう全然違いますね。シガーソケットから頑張って給電しているのに、なんか比べるのがかわいそうになりますが、明らかに違います。コイン洗車場の高圧洗浄機に比べると、この水道からの水めちゃくちゃ弱いと思っていたんですが、もうそれがものすごく強く感じるぐらいの違いがあります。はい、綺麗になりました。ポータブルのシャワーポンプ使ってきました。まとめますと、いいところとしては、どこでもバケツの水があれば洗車ができるということ。これは便利ですよね。そしてあと、音がね、意外に静かでした。アイドリングをして給電する際は、おそらくエンジン音の方が大きいと思います。そしてもうちょっとだなというところは、とにかく水量が弱いので、洗えなくはないですが、とても時間がかかるということ。今回は水道の水も交えて洗車をしましたが、バケツの水だけで洗うとなると、どうでしょう。うまくやれば15リットルとか20リットルぐらい水があれば1台洗えるのかなと思います。ポータブルシャワーポンプの紹介をしました。この動画参考になったという方は、いいねボタン、登録ボタンをお願いいたします。
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。